空が青いなあ。パネル貼り終わったんかい。はい、おはようございます。今日からいよいよ11月入りました。11月1日、すっかりですね、朝は寒くなってまいりました。前回、こちら、OSB パネルを、一応貼り終えましたので、今日はですね、塗装をやっていきたいと思います。ということで、マスキングからね、まず、マスキングをして、窓枠養生して、あと下、土間の部分も養生して、やっていきたいと思います。ということで、あとね、1個これちょっとこここの部分OSB パネル貼るの忘れてたんで、まずこっちからやりたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いいたします。人月はい、ということでですね、本日は、OSB パネルを塗装していこうと、考えてやるわけでございますが、一部ねちょっと貼り忘れてたところがありますので、OSB パネルを貼ってですね、そして、養生してですね、それでまずは下塗りからやっていこうと考えております。ということでね、落城丸の子で、短冊部分をですね、カットしまして、そして貼っていきます。で、コンセントプレートですね、こちらを、外して、マスキングテープで養生していきます。まあね、コンセントはね、どうせ塗るんだったらプレートをつける必要ねえじゃねえかよと思う方もいらっしゃると思いますが、これね、プレートを外しておくとですね、どっか行っちゃうんですよね。はい。そしてそれがどこ行ったかって探すのが大変なもんですから、おっと、また来ましたね。はい。レオくん登場でございます。はい。ということで、何やら、お願いをされた模様でございますけれどもね。はい。ということで、窓枠の方も、マスキングテープで養生していきます。で、これで白をペンキ塗っていくわけですけれども、ちょっと OSB パネルの、塗装というのも今回初めてなもんですからね、どのような仕上がりになるのかがち
ちょっとよくわかりません。多分大体の人は下塗りもせずにそのまま白っていうか、ペンキをね塗っていっていくのでしょうがですね、ちょっと塗料の販売の人に聞いたらですね、木製の下塗り剤を一回塗った方が染み込まずに済むし、アクが出ずに済むということなので、本当にこれがね、効果があるのかどうかは分かりませんが、下塗りしていってから、白のペンキを塗ろうと考えております。でもね、このね下塗りの方がですね、白のペンキよりね 1.5 倍高いんですよ。これね本当に必要なんでしょうかね、どうなんでしょうかね、わかりません。一応ねメーカーの、推奨ということでですね、下塗りを塗ってから、本塗りをするということらしいんですけれども、どうなんでしょうね。やらなくても下塗りしなくてもいいような気もしないでもないですけれども、一応やっていきます。そしてここ、窓の方ですね、窓枠サッシにですね、ビニール付きのこれなんていうんですかね、養生を貼っていっております。ここもねペンキやると必ずつけるところですからね、しっかり養生して垂れても大丈夫なように、養生していきます。そしてこのね下の部分、ここもですね、必ずと言っていいほど塗料がボタボタ落ちます、垂れます。ですので、あと下の土間ですね、ボタボタ必ず落としますので、一回マスキングテープを貼りまして、そこにですね、このビニールのねビラビラを貼っていこうと思います。このトイレのね、部分はですね、マスキングやる必要ないのかななんても思いますけれども、一応ね、はみ出して塗らないようにマスキングをしていきます。そして上のねこの柱、梁柱っていうんですかね、なんていうんですか分かりませんけど、柱の部分も、ちょっと、養生していっております。もうこの辺のね高いところの作業も慣れてきましたからね、なんてことないですけど、一番最初ここはですね、薄いベニヤが、薄いカラーベニヤみたいなのがですね貼ってあったんですけども、この部分を剥がすとき、結構ビビりましたね。フットラボ移住 DIY シャープの27番あたりですね、この辺がですね、壁をですね、剥がしていっている作業となりますが、この時初めてね、長谷川工業のベロシティっていう、10尺の脚立を購入したんですけれども、
ここですね、この一番高い部分、が怖くて最初ですね。はい、もうこの7尺の脚立だともう限界だからということで、10尺の脚立を買ったわけでございますがですね、今となって考えればこの7尺の脚立でいけたのかなというふうにも思いますが、でも天井の方をね剥がすときはやっぱり10尺のベロシティの脚立が必要だったもんですから、良かったのかなと思いますけどね。はい、ということでね、ここの中柱っていうか梁の部分のもですね、一部ちょっと OSB パネルを貼り忘れてましたので、こちらも貼りまして、それぞれね、柱のところ、梁のところも養生テープでやっていきます。当初はですね、こちらも全部天井を組む予定だったんですけれども、天井組まなくていいかなみたいな感じでね、このまま天井は、開いたままこの状態のままでやろうかなということで、天井は諦めまして、もうすでに壁のパネルを貼ってっております。デメリットとしては、天井があるとですね、熱い空気が、上に滞留しないので、比較的温度が上がりにくいということで、メリットとしては、やはり天井が高い分開放的な、空間になるということ、どっちを取るかということになると思いますけれども、このね、骨組み屋根裏を、見るのも、天井で塞いでしまって見れないのも、ちょっと惜しいかなと。これ天井作ると一気にこう狭さが感じますからね。はい。それと材木がですね、だいたい定弱で4メーターなんですが、天井を作ってしまうとですね、大きい材木が縦に立てかけられないんですよね。そういうこともありましてですね、はい、天井は作らずにいこうというふうに考えております。そしてこちら、吊り戸、引き戸を自作したわけでございますが、こちらの方もしっかり養生してですね、はい、ペンキがつかないようにやっていこうと思います。はい、そしてこちらがね、土間の部分ですね。はい、こちらもですね、必ずと言っていいほど塗料が落ちますので、しっかり養生していこうかというふうに考えております。土間なんでね、多少ペンキがついても気にならないっちゃ気にならないんですが、一応ね、はい、これ昔養生シート住居部分で使ってたやつです。これもまだまだ使えますからね、実は捨てずに取ってあります。はい、そしていよいよ、塗料を準備いたしまして、塗ろうかなって思っていた時に、ちょっと、中断が入りまして、こちらの方の作業となりましたので、今日はこの辺で。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。なんか
お前短すぎねえかと、お前養生して終わりかみたいな感じで思っていらっしゃる方いらっしゃると思います。その通りです。ごもっともでございます。ですね、朝、養生して、マスキングして、さあ、下塗りやろうかなと思っていたらですね、いつも来るレオくんのおっちゃんのママがですね、監視カメラを取り付けしてくれということになりましてですね、はい、ちょっと10時ぐらいから行っててですね、監視カメラ、5台をつけてほしいということで、はい、今行ってきて、まだちょっと全部終わったわけではないんですけど、はい、ということで帰ってきたらもう夕方になっておりますので、実はもう今日はこれで終わりとなります。また、来週月曜日ちょっとつけに行かなきゃいけないんですけど、はい、ということで、以上となります。もしよろしくないと思いますので結構でございます。チャンネル登録も全然結構でございます。高評価ボタンも全然結構でございます。ということで以上となります。ご視聴ありがとうございました。人月